西田津玉です。ザコまさにどうなんかさ、みんな俺に貢いでなくない？なんだそのなんだその振りおうわよーって何？欲しいんだよね、みんなからの誠意ってやつが。甘える時期なの今。新人なのにさ、入ってきてさ、あんまり優しくしてくれないしさ相当優しくしたつもりだけど。欲しいんだよね、なんか俺に対しての誠意が、貢ぎが。中のキャラのスイッチが入ってるね。で、うちってさ、うん結構いろんなとこ遠征したりさ、行ってさ、遠いところ行っても日帰りで帰ってきたりすることが多いじゃん。あるね、うんそれこそ昨日も京都とかの方に日帰りで行って運動して帰ってきましたけど、俺たちってさ、遠くへ遠方へは行くけど、お土産だのなんだのってあんま買わないじゃん。確かにお土産はまあちょっと家族にちょろっと買うことはあるけどね。でも俺に買わないじゃん。なんか俺にお土産はと。そうだよ。確かに買って何それ？おこれはなんか始まるぞこれは。第1回ふっかるお土産をなんだそれは。なんだお前は。最近ねこれ動画になってるかわかんないけどダンスすげえ頑張ってるから、確かになんかちょっとご褒美があってもいいなとも思ってたけど、だろ。まあ企画ならいいわ。まあ確かにどういう企画か説明しますと、はいまあ日帰りでどこまで遠くへ行ってそこのお土産を買ってくれるかっていうやつを3人でやってもらいます。なんだそれは。はいはいはい、だからより遠くのお土産を買ってきた人が勝ちになるっていうフなるほどねットワークの軽いやつ優勝みたいな。あ、だからフッカルなんだ。そうそうそう。で、これは車を使っても新幹線を使っても飛行機を使っても構いません。おー、はいはいそれはおもろい。確かに意外とやってそうでやってなかったこれって。1日で、どこまで遠くへ行ってそして帰ってこれるかっていうので、俺への、正義を見せてもらう。ダーマ様。なるほどね。ダーマ様へのねもっと来て。貢ぎ物を。1日でもさ、日帰りでも意外と行けるじゃん。いけるな。まあまあそうそうそう消えるね。って考えるとどこまで行けるのかっていうのも気になるしね。うん。でもこれ、ビリの人は、他の1位、2位のやつの旅費代、お土産代全部自費で払ってもらえる。あ、なるほどね。えぐいえぐい。マジってやばいな。お前飛行機使ったやつとんでもねえ請求来るぞ。俺ちなみに飛行機使うつもり満々なんだけど。いやお前もうふっかるじゃん。いやもうだって俺はもともと俺フッカルだから。メンバーの中でかなりフッカルの方だと俺思ってる。いや俺とマサイは呼ばれたらどこへだって車で迎えに行けるタイプだから。あーそうですよそっか。どっちかといえばやっぱ車がメインだよね。でも遠くには行けるんだけど時間かかるからね。そう。まあね。まあ今回乗り物も使えるんですよ。新幹線も飛行機も全部 OK です。なるほど。いや1日で帰ってこれるんだからね。いやでも俺フッカルエピソード言ってもいい？何ふっからエピソード。俺古着屋で働いてる時に19時に退社だったんだけど、19時に名古屋の友達から電話かかってきて、今から飲もうよって言われたわけよ。で俺はさすがに東京に遊びに来てるから今何して飲もうよだと思ったわけよ。いや今東京にいんのって言ったら、違う名古屋にいる今から飲もうよ。1時間半で行けんの行くわって言ったからは？ 19時から。返していいんだよ。やばいやばいやばい。でも俺もその気になってなんか朝ちょうどなんか栃木行きたいなっつって。2時間後には栃木いたからね。ああいいね。フッカルだね。ここから来てんね。まさに。俺はもう行きたいとこどこでも行く人なんで。いやでも確かにでもね動画のためってなったら怖いかもね。まさに確かにね貢ぎ物を渡してくれれば OK。距離によって俺のその誠意が分かるわけ。あ、距離ね、オッケー。お土産のランクはそんな関係ない。お土産はあくまでそこに行ったっていうのが分かればいい。まあ証明されるお土産。なるほどね。でも辛いもの持ってきたらビリね。辛いのはやそこは気をつけて辛いのはやる。遠ければどこでも構いませんので、はい、わかりました。たとえ国外に行っても OK ですよ。それはもうおややばいな。じゃあ覚悟は決まってますかね。はい。もう嘘だろ。これね、もうこの時点からチケットの予約とかしてもいい。そうだね、この動画を終わったらもう早速チケットとかに予約してもらって構いません。そう明日の準備はしてもらっていい。あ、いいのね。それでかい、マジで。新幹線は行けそうだけどな。いや新幹線はいけそうそれが真の復活ローだから。そうなんだよ。確かにどうにかしていくんだろうな。頑張ってください。じゃあそれでは一旦解散。おー頑張ろう。お前ら敵だからな。うわせいぜい楽しめよ。敵だ敵だ。待ってるぜー。危ねえあいつ。危な。いやということで全員とりあえず時間は守れたっていうことで
ただいま23時59分、これをもって期限終了。長かったいやお疲れ様お疲れ長いよ様。うで短い。とりあえず全員無事に帰ってくることには成功しいやすごいよ。いや結構ギリギリだった。いやナホが最後5分前で帰ってきたから、いや危なかったなとは思って、もしこれ間に合わなかったら問答無用でビリだったんで、いやでもよかったよかった、なんとかねちゃんとみんな期限には帰ってこれたんで、まあそこは誠意を見せてもらったと。はい誠意。忘れてたわ、ダーマが偉かった。まあそうだな。まあまあバタバタしてたもんね今日。一応でもそれぞれなんとなく旅みたいな感じでお土産兼旅してきたから Vlog っぽく撮ってきたよ。ね。うん。楽しめた？楽しかった楽しかよ。った楽しかった。いやみんなどこ行ってきたんだろう。ダーマ今日どこにいた？家ですね。離れてねえな。誰から行く？指名する？指名していきましょうか。ザカオは正直でも行ってるとこあそこな感じするんだよな。いやまあ普段からな。そう確定だよね。でも分かんない。だって一応前日の夜9時に言い始めてチケット取れるか問題とかもあるわけ。そうだね。それで言うとだってナホも今格好的には本田君だからね。もうそうだよ。もうギリギリだったんで、もうふざけて取り行く時間なんてなかったです。いやマジで予約大変だったよね。大変だったマジで。いやー鬼だった。やるやつやばいでしょ。基本的に検索でヒットしないよね。ヒットしない。あとね、行きたい時間で行けない。行けるんだけど帰れねえんだよ。そう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 。帰りの便がねえんだよ。そうそう。だから往復取れるっていう条件がめっちゃ難かった。じゃあ1人目決めようかな。1人目はマサイで。俺でいいかい？うんめっちゃある。じゃあ目開けますよ。せーのパすげえある。すげえ。よくよう持って帰ってきたなそれ。すごいね。めっちゃあり。これ全部その現地の特産品？特産品というか。まあお土産になってる。お土産だよな。バスセンター金のカレースプーン。ご当地のねやつがあるんですよ。牛乳。ポン。何それ？ご当地ベア。柿の種持ってますね。じゃあ改めてマサイさんどこ行ってきましたか？マサイが行ってきたのは新潟です。東京から新潟結構あるもんね。あるあるある。新潟っていうのは途中で気づいたんだけど、釜飯あるじゃん、めっちゃ群馬舞茸センターって書いてあってさ寄り道だからまあつまりどういうことがわかる？お前通った道中のとこ全部買ってった。何で通った？車？はいお前自車で行ったの？自車で新潟へ行きました。お前やばあれだな。自車で？マジで？ 5、6時間かけてきました。日帰りです。やばいな。僕の旅動画をご覧ください。おはようございます。ということでマサイはどこに向かうかってことなんですけど、僕はですね自車で新潟まで行きたいと思います。迷ったんですよ。西の方か東の方かどっちに行こうかで、新幹線飛行機使うのもいいんですけど、車を使うね利点って、まあ距離で言うとちょっと稼げないかもしんないんだけど、お土産っていう面で言うといろんなねサービスエリアとかパーキングエリアに寄れるんですよ。サービスエリアとパーキングエリアって言っちゃえばお土産の倉庫みたいなところがあるんですよね。なんでお土産の確実性で言うとちょっと負けないなっていうところで新潟方面まで行こうと思います。本来ならね自社でグリーニアチャレンジっていうのをやりたかったんですけど、ちょっとね厳しそうなんで今回はね、新潟方面まで自社で行きたいと思います。飛行機もね行きてえとこあったんですけど帰りの便がねえっていうことが分かったんで、他の場所もね候補を探したんですけど、ちょっと他のメンバー行ってそうだなっていうのもあったんで新潟目指します。じゃあ行きましょう。出発始動。さあゆったり行きましょうか。こっから長え旅が始まるぜ。300キロ超え行きましょう。さあ利用料金が今630円ぐらい奪われましたね。所沢向かうまでの間100キロ道路です。爽快だぜ。100キロで走ってるよ。まだねそんなにだって東京から離れたわけじゃないから、そう考えると新潟クソ遠いぞ運転自体はそんな苦じゃないです。もうオートクルーズ使うんでアクセルも踏まないしハンドルも軽く持つだけでいいし、
マニュアル車なのに。ただ僕は案内されてるだけです。もうほぼ言ってしまえば新幹線に乗ってるようなもんですよ。ちょっと運転が必要な。着いたー、上里か。着きました。小休憩しよう。くそうまそうだな。めっちゃ飯あんじゃん。ちょっと探索しよっかな。なんかあっちとか公園ありそうなんだよな。行ってみっか。なるほど、プチ休憩所的なね。すげえ涼しいじゃん。てかこっちめっちゃセミガン鳴きしてんじゃん。まだ埼玉の端ぐらいだからな。こっからだから群馬行って福島が隣にあり、そして新潟にたどり着くと、そんなルートです。ちょうど今半分ぐらいですね。飯食おうぜ飯。上里 PA 限定のねカツトースト売ってたんだよ。これサービスエリアのこういうのってめっちゃうまいんだよな。出来たてです。いただきます。新潟県まであと半分だ。まもなく雨になるでしょうって通知来たんだけど、やめてくんない？確かに雲怪しいけどさ。ヒレカツさんのごちそうさまでした。これぐらいの腹の容量だったら眠くなんないと思うんだわ。よし、じゃあ食ったから行こう。本当に雨降ってきたわ。ほら、雨降ってきた。もうここから新潟どんどん目指していきます。はい、法定速度です。いい加速ですね。さあ皆さん、群馬県に入りました。群馬です。急にめっちゃ雨降ってきた。他の地域は大丈夫なんでしょうか。さすがに大丈夫なんですね。クソ綺麗。やば、絶景。行こう。やば、景色。うわー、綺麗すぎる。いや、ドライブいいな、やっぱな。こういうサービスエリア求めてたわ。デートにもいいな。彼氏彼女がいる人、ここ連れてきた方がいいよマジで。なんか一生おしゃべりできると。やば。超綺麗じゃん。旗全部逆向いてる。春菜市場、ちょっと見てくか。飯は食わねえけどお土産あるかもしれん。赤城メープルミルクロールケーキ、これ絶対うまいじゃん。ダーマ絶対喜ぶでしょ。新潟まであと170キロです。まだあるぜ。高速道路未完成人。うわー、オッケー、着いたぞ。おお、すげえ。ここやばい。越後川口やばい。景色やばいぞ。多分見に行こう。涼しい。何より夏とは思えんぐらい涼しいぞここ。おお。越後川口サービスエリアで一番高いところにいます僕。新潟のサービスエリアにしかないお菓子、越後サービスエリア限定のもふもふにゃんじゅう。まだ距離あるぞ。あと1時間半ぐらいある。着きました。マリンピア。あっちっぽいな。マリンピア日本海、残念ながら営業時間外でございます。営業時間外でございますね。おいマジか。くそ、行きたかった。めっちゃ行きたかったんだけど。いや、下調べなしで行くのはあれだな。じゃあ車海に移動させてさ、海見に行こうぜ。マリンピア日本海の奥にある海です。新潟の端じゃねマジで。俺ここにいるわ今。何回か動画で行ってくかな。よし、あんま長い時間入れないんですよ。早く行かねえと。行こう次。さあ堪能したんだけど、僕の Vlog みたいになってますね今ね。やばいやばい。
ダーマのために買い物しなきゃいけないのに俺一人で楽しんでちゃダメでしょこれ。まんじゅうバスセンターのカレーダーマ金色でお前金好きだろ。よし帰ろう。東京だー。人気のサービスエリアとか寄れんのよ、パーキングエリアとか、っていうのを買いつつ目的地の新潟、ちゃんと新潟駅まで俺行ったんだよ、車で。サービスエリアで満足して帰ったわけじゃないから。結構遠いぞ。やばいよ。北陸はレースコースじゃねえぞ。ちゃんとあの車に行ったからね。マジ？日本海見てきて帰ってきた。すげえ。よく帰ってこれたね。そりゃ気合入ってるわ。めっちゃ頑張った。初めてだよこんな俺走ったの。いやー十分ですね。ありがとうございます。すごいすごい。いやマサイ自身も楽しかったね。楽しかったよ。いやノープラン旅行っていいなと思った。ああ確かに。でも次は誰かと一緒に行きたいね。そうだな。じゃあマサイは新潟に行ったと。はい、自社で。自社か。いやお疲れ様。自社はふっかる。俺ふっかるだ。でも今日はさ一応距離だもんね。距離。だからこれ距離だと結構行ってるやつには負けるかもしれん。いやでもふっかるだわ。いやそれはちゃんとふっかるだよ。同じぐらいのやつがいたらこれマサイちょっと査定上げてほしいね。あ、マジ？そうだね。いや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 。新潟に車で運転してお土産買ってきてほしいんだけどって言った感じだよな。言ってるようなもん。おかしいんじゃないかって言われる。マサイが終わったんで2人目のフッカルさんお呼びしようかな。気になるからザカオにしよっか。じゃあ俺か。お前隠す気ないってねえの？ないよね。でも待っていけんのか。おいやー。あーマジか。それは強いわ。これはちょっと強いな。マジか。しゃ分かんない。袋だけかもしんないけど。そうだよ。じゃあ中見ますよ。ー。はい。いきます。はい。お前マジで言ったらそれ国際通りにあるやつやん。そうだ。これお前ってやつだ。こちらザカオのお土産ですけど、俺2人と比べて今あんまピンときてないんだけど。ダーマネその時いなかった。そう。あーなるほど。そこがポイント。あ、いなかったからこそ今プレゼントと。そうそうそう。美味しいね。紅芋タルト、島通り。答えやんか。はい。サーターアンダギー。まんまじゃねえかよ。わかんないよ。都内のアンテナショップかもしんない。確かにね、アンダギーあるかもそうだね。島豚ジャーキー、チンスコーでーす。じゃあ改めて聞きます。ザカオさん、どこに行ってきましたか？那覇に行ってきました。沖縄マジかよ。待って、那覇取れんのか。よく買える日やったな。いやでも結構大変で8時にさ出ていいって話になったじゃん。で昨日このオープニング撮った後俺チケット取ったの。動画終わって解散ってなった後みんなバッて携帯見てタタタタタってやってたもん。どこ行けるかな。で次の日起きたら予約が満席になりましたっつってまあそうだよね。なんかキャンセル待ちみたいなやつなんだ。そう取れなくて俺そっから急いで俺もう沖縄にしか行きたくねえと思ったからなるほ俺どね11時半の便で沖縄行ったの。ゆとり持って。でそこから終便で帰ってきました。終便何時だよ。は9時ちょいなんだけどギリギリだね。 24時までに帰ってくることを考えると8時半の便が終便。じゃあそんなザカオの沖縄の旅の Vlog どうぞ。見たい。今ね時間的には10時50分残り1席っていうチケットを取れまして今羽田空港におります。あっちに着いたらもう一回動画を撮りたいと思います。それではどこに着くかはお楽しみに。はいということでですね飛行機に乗られ、2時間半今回フッカル王として沖縄に来ました。いや十分な距離でしょう。これはもうすでにめちゃくちゃ暑い。本当はちょっとアメリカンビレッジとか行きたいんですけど今日中に帰れない可能性がすごく高いのでちょっと無難なんですけれど、国際通り付近を散歩しつつありがたいことにこういう企画で来れてるのでダーマへのお土産を買ってフッカル王になろうと思います。沖縄だね。今ここにねマンゴーハウスって言っちゃうんだけど今着てるかりゆしウェアもここで買いました。このね国際通りに行くとねこのマンゴーハウスってお店めちゃくちゃいっぱいあるんで行きそびれたってことは多分ないと思います。いやあっちいなマジで。でもね沖縄の暑さってね東京の暑さと違ってカラッとしてんのかな。嫌じゃないんですよね。
いやこういう旅動画しょっちゅう撮りてえな。じゃあちょっとお昼ご飯を探します。さっきはね沖縄そば単品とオリオンビールだけだったんですけれど、ランチだと結構お得なセットメニューが多いんで、そっちの方がおすすめです。今回沖縄に滞在時間がすごい少ないんでちょこちょこ食べ歩きもしたいなと思っているので、今回セットじゃなく、単品の沖縄そばにしました。ちなみにあそこはジューシーがめちゃくちゃ美味しいです。ジューシーっていうのは、ナイチャーの方に言うと炊き込みご飯でございます。ナイチャーっていうのは東京以外の人ってことかな、沖縄以外の人ってことかな。ちなみに沖縄の人はウチナーと言います。今ねなんかねちょっと向かい側のお店昔ね、メンバーで行って覚えてるかな、男気アステチックかな、それやった時に買ったお店があって、ちょっと今回も行ってみようと思います。このお店リリーズアイスクリームさんですね。ここでねだいぶね俺男気したんですよ。でお店の人もね2年前の撮影のことを覚えていてくれて、なので今回もねありがたいことに撮影許可いただきました。はい。で前回ねダーマがいなかったんですよ。これとかもよく紫写真の T シャツ、ここにいればダーマへのプレゼント困んねえな別に。つい数日前にスカイピースさんが出てスカイピースさんのサイン入りのディスプレイがあるんですけど、いやーこれ面白いっすね。これはちょっと売りたくはないってみんな言ってるんですけど、もしよければ一番高い値段でいけるんですけど、ちょっと要検討してますでも結構大きめですよね。なんか普通に。そしたら M サイズで。すいません、ありがとうございます。また。いつもありがとうございます。ちょっと俺が沖縄が好きな理由を今伝えられたんじゃないかっていうところがありまして、沖縄の人ってあったかくて人見知りしないというか、全員が全員ってわけではないと思うんですけれど、すごくね、距離が近いんですよね。僕は結構おしゃべりな方なんで、実はあんまり動画では喋んなかったりとか、雑貨を眠そうとか喋れよとかよく言われるんですけど、僕結構おしゃべりなんでプライベートではもうね、多分今仕事じゃなかったらお酒コンビニに買いに行って一緒に多分店員さんと飲んでるぐらいですね。っていう感じでね、今ちょっとお土産とりあえず1個買いました。別に1個じゃないとダメとか言われてないんでね、僕は本気出しますよ。やっぱお菓子かな、ダーマンとここからちょっとダーマンにね、お菓子を探したいと思います。今ね歩いてるところはね、沖縄の国際通りからちょっと外れたところの市場中央通りというところにあります。飯食べ終わったんで、これから空港に行って帰ります。美味しかったです。いやちょっと食いすぎたな。でもダーマのお土産も買えたんでね、きっとこれはフッカル王でしょう。じゃあこれから東京に帰ります。はいこんな感じになったんだけど、あの時俺が男気鬼ごっこかな、沖縄でやった企画、怒りたい。そうその時にダーマだけ要は持ってないわけね。遊び行くと結構紫色の商品あるなっていうことがあって、行ったら店員さん覚えててくれてて、ありがたい。撮影許可もすぐ取ってくれて、お姉さん、お姉さん、そうで行って普通に撮影して紫が入ってる T シャツをね持ってきました。すげえ。で結構沖縄って紫何々が結構あるから、紫のもの中心なのと、でもダーマジャーキーめっちゃ好きなイメージあるから、ジャーキー買ってきてメンバーカラーを意識したお土産になっております。ありがとうございます。すげえ。確かに母はすごいわ。いや、それ最強カードかもしれないな。現時点でいける多分一番、国内だったら一番遠いんじゃないかなと。都内からだったら間違いなく沖縄がね遠いよね。そうだね。やばいぞ。新潟と那覇だったらごめんだけど、さすがに那覇だね。距離だけだったらね。いやでも自車でね 5,6 時間行くのは結構ふっかるだよ。いやマジで点では勝ってる。勝ってる全然。ありがとうございました。いやめちゃめちゃ満足できてるね俺は。じゃあ最後はんだほかな。はい。いや鳥になるか分かりませんけど、頑張りましたよ今回。確かにんだほは一番最後に来たからギリギリまで粘ってたってことになるよね。いや本当に瓶を取るのに苦戦しましたが、これいけるんだっていうところに行ってきました。おお。こっちも飛行機かですね。当日の往復便よく取れたなっていうところに行ってまいりました。さあなんだ気になるわ。沖縄を超えるか。いやこれちょっとごめん、子供のやつ。自分のね。さあ
どうぞ。なんだめっちゃ入ってるか。これは勝ったぞマジで。やべまあ確かにいけるわ。明らかに日本文字ではない外国のお茶。マジで言ってる。何々のりだもん。いマジ疲れた。お前マジで言ってるやそれは疲れるわ。パスポート。じゃあ改めて聞きますけれど、んだほさんどこに行きましたか。韓国に行ってきました。これは勝ったかもしれない。韓国って日帰りで行けんだ。いや行けるし前日の夜で予約間に合うんだなと。そこすごいな。俺もびっくり。いや本当にいや好奇心で調べたんだけどマジでピンなくて。いやそうだよね。で俺台湾中国韓国で片っ端から探してなんとかこれだけ出たの。キャンセル待ちみたいなので。はいはいはい。で僕は韓国のミョンドンという場所に行ってまいりました。ロンドンってどこだ。日本でいう原宿みたいなところ。はい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 。じゃあ若者の街だ。そうなんです。ということでマジで行ってきたんでこちらをご覧ください。俺楽しみなんだけど。はい、おはようございます。おはようみんな、おはよう。おはよはい、ということでこの後準備して、早速、フッカルを目指していきたいと思います。じゃあ行ってきます。すべて予約を完了したんだ方は勝利に近いかもしれないということで羽田空港にいます。はい、しかも分かる方は分かるよ、第3ターミナル。このターミナルがですねどういうことを意味するのかというのは皆さんのご想像にお任せしますが、僕は今回すごく本気です。これから飛行機に乗ってきます。いやこれは負けないっしょ、さすがに。これで負けたらねもうあいつら本気だわ。ということで行ってきまーす。はい、ということで飛行機に乗ってとあるところに到着しました。ご覧ください。いやすごいね。だって前日のさ、しかも夜9時とかよ、夜9時とかにチケット探して来れるんだね。なんかね、朝起きて北海道行きたくなって北海道行ったこととかあったけど、ということでこちらここはですね韓国の金北国際空港というところに来ております。でこれからねダーマのお土産を買いに行きたいんですけど、タクシーに乗って移動するんですが、もちろん韓国語分かりません。なんでもうパッションで頑張っていこうと思います。マジですごい。ほら国外2時間半飛行機乗ってたら着いたんだよ。でもなんかやっぱ日本人の観光客の人めちゃくちゃ多くて、今日平日なんだけど普通に1時間ぐらい入国審査時間かかったんでね、もう大行列でほとんど日本人。そうだからなんか結構韓国来る人多いからなんとかなんじゃねと思ってちょっと安心しました。日本人の人多くて、韓国に住んでる YouTuber の知り合いがいて、その子がなんかいろいろ教えてくれたんで、ちょっと観光地行ってから夜8時ぐらいの飛行機乗んないといけないんで、6時ぐらいにはもう空港にね行こうと思うんで、これからちょっとダーマのお土産を買える観光地ミョンドンに行きます。はい、ミョンドン到着。すごいよ。俺なんで韓国にいるんだろうこれはフッカルだろ、いくらなんだろう。ミョンドンっていう、韓国の日本でいうと原宿みたいなところらしいです。ネット情報というか昨日の夜調べて今日発表してるからさ、すごい浅い情報しかないんだけど、どうしよう。なんかもう音源でいっぱい溢れてます。大きな声で喋って音源をかき消せますが、なんか結構ねコスメとかなんだろう、ショップとかも普通にいろんなお店があるね。なんか日本でも見るアディダスとかいろんなのあるけど、なんかねタクシーの運転手さんがすげえね親切で、ここから入るといいよって言って案内してくれました。だからダーマのお土産を何にするかだよね、問題は。なんかならではのものだと辛いものとかになっちゃうからダーマ食べれないからね、ちょっと良さげなの探そうかな、せっかくだから。ふっかるすぎないいやこれ負けないだろ絶対、いくらなんでも。車売ってるわ。いや頑張って調べてはきたんだけど、何をするかが全く定まってないから、マジでどうしたらいいか分かんないな。工事の音がいっぱい聞こえるね。えなんかかき氷屋さんとかいっぱいあるけど、何したらいいんだろうな。バディさんなしだからね今回。手配ももちろん全部自分でやったし、マジでふっかるじゃないこれは。すごい、なんだろうこれ。トッポギまんじゅうとかが書いてある。すごいなんか書いてある。
テレビでも紹介されてるっぽい感じが。買ってみようかな。動画 OK？ありがとうございます。ありがとうございます。ああ、すごい。日本語が通じる。それすごいわ。ありがとうございます。ありがとう。バイバイ。やった。餃子買いました。待ってくれ。すげえ。俺の1個くださいの感覚と違って、多分普通にご飯屋さんだなあれ。はい。すげえもらいました。いただきます。あっか。うまい。揚げ動画。餃子だね。あと何個あんの ?1、2、3、4 10個ぐらいもらっちゃった。美味しかった。美味しかった。ありがとう。ごちそうさまです。完全に食いすぎた。ソンスってところをね、友人がおすすめしてくれたんですけど、ごめんだけど食えないかも。これ餃子10個も食ったわ。めっちゃうまかったけど、なかなか厳しい戦いでした。 Thank you めっちゃお互いに英語で話しちゃった。海苔食べれるんですか？はい。もうね、ダーマになんかコスメを買うのもなんかちょっと違うような気がしたんで、とりあえずなんか海苔屋さんがあったんで、韓国海苔となんかザクロ茶飲んで美味しかったんで、もうほんとねちょろいんですけど、僕海苔めっちゃ買った。一人韓国式プリクラっていう結構エグいことやってるんだけど、これどうやってんのこれ。近くない？韓国式近くない？どういうことすごいペースで始まるよ。なにわかんないよ。韓国式プリクラソロショット完了。もうフッカルというか、もうフッカルをもはや超えてる気がする。あるすごい。なんか楽しげなお花のマークのお店で家族のお土産も買いました。なんか人気のキャラなのかな。マジでね、情報が足らなすぎてね、全部浅いわ。このキャラ知ってる方いたら教えてください。これ日本でも買えたら笑ってあげてください。なんかここでしか買えなそうな雰囲気してたんで買いました。もう一回だけ飯食べたら空港の方行きましょうか。うにょうにょしてる。吸盤めっちゃくっつく。せっかくなんでキムチチゲ。美味しい。日帰りで海外旅行って行けるもんなんだ。日帰り海外いや、それはおもろい。聞いたことないよ。マジ韓国。おもいや、これは日本じゃない。ろおもろすぎる。これ動画使うか分かんないけど、1時間ぐらい余ったの時間が。カジノやったよね。すごいね。すげえ。いや、これはすごい。で、実際距離計算どうなんだろうね。これでもどっちが遠いんだろうね。台湾は那覇より遠いはず。韓国負けんの？いや、そう、ワンチャンあるなと思って。フライト時間だと多分同じぐらい。距離で言うとね。 2時間半。 2時間半。距離で言うとね。そう。ただそれぞれにドラマがあるんだけど、そうこのゲームはでも距離そうだね。韓国上だもんね。上。新潟ももうちょっと上だもん。そうでも沖縄もね、斜め下というか。そう結構ね。沖縄って結構遠いんだよ。結構ね、そうしっかり遠い。東京基準だもんな。韓国が、約1200キロらしいんだよ。うん沖縄が約1600キロ。マジかよ。フッカル韓国で負けんの？でもなんか気持ち的には正直やっぱ海外旅行の方がふっかる感はある。海外旅行は肝座ってるよな。肝座ってるよ。だって肝は座ってるよ。そうだね。みんなすげえなそれ。待ってくれ待ってくれ。それだけ座ってるから。待って最後。じゃあつまり誰が勝ったんだこれは。じゃあ今回のふっかるお土産王第2位は韓国に行ったンダホ。嘘だろ。まさかの海外。ダホ負けんの？韓国ダホ負けんすか韓国で。うわ、そっか。いや俺もね勝ち誇ってたわ。海外行ったのがンダホだけだったし。そうだね。いやでもまあビリになんなきゃいいからなこのゲームな。ひとまずよかった。とりあえず2位。2位だから。よしよし、2位は死守した。勝ちに行って。いや勝ちに行って2位ならいいわ。栄えある第1位は沖縄に行ったザカオ。いや強い。まだ1位だと思うかった。韓国来た時点でうわ負けたわと思ったもん。でも沖縄も普通に遠いからね。いやまあ確かにな。残念ながら今回ビリになってしまったのは新潟のマサイ。うわー。いや
まあしょうがねえな。まあちょっと旅費はかわいそうだからお宮代にしてええんですか？旅費はちょっと俺たちだいぶ高くついてるからだいぶ高くついてる。いや俺旅費ないから ETC しかないから ETC とガス代だけ立派な。いやでも飛行機よりも乗ってる時間のはマサイの車の方が絶いや対に多いから。本当にそだから車って無茶なんだなってういやだいぶふっかるだよまいやさにだいぶふっかる。なんかなんなら別に今回罰ゲームなしでいいんじゃねえかと俺思うぐらいだもん。なあねなんか平等にみんなよく頑張ったでよくれって思っちゃう。え確かにみんなの誠意は俺に伝わったよ。うわあよかったよかったよよかった。なかなかおもろい企画ではあったからさちょっと俺らも楽しくて本気出しちゃったよいやね。3人ターン増えてるいやこれはや多分もう他の人とやったらこれ以上のカード出てこないそうだね。これちょっと第2回やるとしたらこれなんか1位とビリダメバージョンでやりたいね逆に間を狙う感じね。あー確かに面白いモヤモヤみたいなそうこれ長いけん勝ちだもんそうそうこれマジそうこれ多分今回出せるベスト出たわ出たね。いや間違いなく全員ベスト出したと思ううんいやいやしかも被ってないじゃん確かにだから誰かがね那覇選んだり韓国選んだりしたらもう絶対合ってるそうそれはなかったからなかった。いやかなりすごい結果だったすごいいい動画になったわ。というわけでふっかるお土産を第1回の優勝者はザカオでした。いやそれは素晴らしいやお土産も喜んでくれてありがとう。いいや沖縄ってすげえ偉大だな偉大だねいやみんなも本当にお疲れ様という一日ね。ありがとうはい。お土産ねいっぱいあるんでみんなで味わいましょうよ。おうみんなの努力の結晶ですいやよ。本当によかったはい。というわけでよければチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。お願いしますそれではせーのアデュー。お疲れいやいやでも海外が負けるんだね。な動画見てくれてありがとう。セカンダリ X インスタグラム他にも動画もいろいろあるぜ。チャンネル登録よろしく。せーのあゆー。うたげだー。